どうも皆さん、こんにちは、ニャリーです。今回はトライブリゲードの様々な構築について考察していきたいと思います。今回紹介するデッキタイプは4つ。うち2つは現在の主流タイプとして紹介します。残り2つに関してはデッキ研究が進んでないこともあって使用者は少ないのですが、それぞれ非常に強力なデッキパワーを持っているため、後の期待を含めて紹介させていただきます。今回の動画の趣旨は最強のトライブリゲードを決める以外にいろんなトライブリゲードのデッキタイプがあるよってことを皆さんに知ってほしい一種の布教活動的な側面もあるので、興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは行きましょう。現在トライブリゲードの構築で主流となるデッキタイプは大きく分けて2つあります。1つ目は結界像とシムルグで付雑する LL 型。先行を取ったら高確率でシムルグ結界像が成立するので、後攻からの巻き返しを一切許しません。モンスターの展開をベースとしてアクションを起こす展開系デッキはメインギミックだけでの突破はほぼ不可能となります。さらに LL ギミックだけで展開も行えるので、ロンギヌスや鉄壁などの除外メタをすり抜けて展開することが可能です。さらに通常召喚したキットからシムルグ結界像までは最低限成立するので、初動が多くて事故が少ないのも特徴です。風属性主体のデッキなので、ハーピーの派手吹雪を採用したり、同じ属性で種族の異なる戦果を絡めて構築したりと、構築の自由度も高く、環境に合わせてある程度デッキ構築を変えることができるのも強みです。大身長シムルグを主軸に展開できるため、サイドデッキにダークシムルグを採用することで相手のセットを封じるプランを取ることができます。しかもなんとこのデッキ、先日デュエリストパックで強化が来ることが確定しました。これからさらに強化されるため、将来性という意味で非常にポテンシャルの高いデッキとなっています。ただこの LL 型の弱点として、ドラゴンメイドや召喚獣などの風属性のモンスターを展開できるデッキにはすぐに突破されてしまいます。あと罠型のデッキに対してあまり拘束力を持たないことから、せっかく展開したシムルグ結界像の盤面があっさり崩されてしまうことが多いです。なので LL 型トライブリゲードが活躍できる環境としては、罠型のデッキタイプが少なくて展開系が多い環境、かつ風属性モンスターを展開できるデッキの割合が少ない環境となります。2つ目が準構築型。こちらはベアブルーンが登場してから本格的に主流となりました。リボルトでシュライグの着地とリソース確保を行うことにフォーカスしたデッキタイプです。シュライグにより対象を取らない除外を行えるので対応力がかなり高いです。またデッキギミックはトライブリゲードのみで完結しているので、デッキスロットが多く罠や誘発を積むことができます。この方が活躍する環境として展開系が少なく罠型とミッドレンジが多い環境です。リボルトでリソース勝負を仕掛けつつ、シュライグでライフを取りに行くことができるので、罠デッキに対してある程度有利に立ち回ることができます。このように環境によって柔軟にデッキタイプを変えることができるのがトライブリゲードの最大の強みです。なので環境にいろんな構築のトライブリゲードがあるのは、デッキの研究が進んでないからではなくて、あくまで環境によってデッキタイプを選べるからなんですね。構築が多様化しているのも、例えば準構築に結界像だけを入れてキット初動のバリを高めたいっていう単なるデッキ構築段階での工夫であって、大きく分けると先ほど話した2つのデッキタイプが主流となります。ただ先ほど紹介したデッキタイプ以外にも魅力的なデッキタイプがあるため、厳選に厳選を重ねた2つのデッキタイプを紹介します。1つ目に十二支型。十二支を採用することで天気で十二支とトライブリゲードにアクセスすることができるデッキタイプです。特筆すべきはトライブリゲードギミックと十二支ギミックは互いにシナジーしているにもかかわらず独立して使っても強いという特徴です。除外メタを当てられたら十二支、エクシーズメタをされたらトライブリゲードという具合にピンポイントでメタを当てられたとしても、もう片方のデッキギミックがカバーしてくれるため、全デッキタイプ中最高クラスのメタ耐性の高さを誇ります。ただ裏目として準構築の十二支とは違って2枚目以降のアーゼウスや十二支ギミックにアクセスすることが難しいのと、最大展開である未来竜王を狙った際にエクストラデッキの枠を大きく割く必要に迫られます。以上のことから十二支本来の良さを 100% 出力しにくいという難点があります。このデッキが活躍できる環境として展開系やミッドレンジ、罠型のデッキが混在し、環境読みがしにくい制限改定後の環境で強いと言えます。十二支の良さである誘発の多さに関しては、デッキスロットの関係上捻出ができないことから、準構築の十二支とは一線を画すデッキタイプであると言えます。2つ目に獣族型。僕のチャンネルでよく紹介している構築です。メインデッキに入るトライブリゲート4体のうち2体がレベル2であることから完成したデッキタイプです。レスキューカットと魔獣の怪獣を中心にレベル2の獣族を展開し、ワクワクメルフィズのエクシー召喚を狙います。そしてこのワクワクメルフィズがめたくそに強いんですよね。先行ならカラントーサで妨害しながらメルフィーキャッシーでリソース確保、後攻ならダイレクトアタックでアーゼウス成立までいけます。
細かい構築や動きに関しては、このチャンネルで幾度となく解説しているので、そちらをご視聴いただきたいです。このデッキの強みを簡単に解説すると、初動の多様さとカードパワーです。レスキューキャット、魔獣の怪獣、フラクトール、キットと、カードパワーの高い1枚初動がデッキに多く採用されているのが最大の特徴です。特に天気を積んでいないので、フラクトールと天気が被って弱くなることもないです。レスキューカットと魔獣の怪獣からキットを出すことでトライブリゲードにアクセスできることからギミック間のシナジーが非常に強いです。そんな獣族型の活躍しやすい環境ですが、ミッドレンジ系のデッキが多い環境で活躍することができます。理由としては、先ほど紹介した初動の安定性とカードパワーに加え、アルファの存在が大きいです。このアルファの攻撃力と除去効果で相手の妨害を踏みに行くことができます。さらにメルフィーキャシーでサーチも行えるので、デュエルが長引いた際にアクセスできるアタッカーとしても優秀です。というわけで、以上4つのデッキタイプの強みを環境視点で考察しましたが、結局どのデッキタイプが一番強いかっていう話題に僕なりの結論を出したいと思います。僕が考える最強のデッキタイプはLL 型です。やっぱり現時点で十分強い上、構築の幅が広く、さらにデュレスバックで強化がもらえる将来性を見越して最強のデッキタイプとしました。仮に新規によってシムルグ結界像以外にも制圧盤面を築ける選択肢が与えられれば、それこそトライブリゲード最強の地位は確固たるものになるのではないかと思います。ただそれを差し置いても、やっぱり僕は獣族型を使い続けたいんですよね。理由は単純で、メルフィーはじめ獣族ギミックが好きだから使い続けたいんですよね。好きなデッキで勝ちたいし、まだまだこの獣族型は伸びしろがあって、そういった可能性を信じて使い続けようかと思ってます。こんな感じでいろんな選択肢があるトライブリゲードって、デッキビルダーの思考とかデッキ構築に対する考え方っていうのが顕著に現れるデッキなんですね。だから他のデッキと違って、そういった点も魅力の一つとして僕は見ていて、好きなデッキで勝っていくっていうこのチャンネルのモットーにふさわしいテーマであると感じ、今回このような考察動画を出しました。2021年4月からの環境でも大いに活躍する可能性を秘めている、トライブリゲード。これからもこのデッキに関しての情報発信を続けていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。